どう？めっちゃ秋っぽくなったね。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日はまだまだね、暑い日が続いておりますけれども、もうそろそろね、ちょっと秋のメイクを取り入れたいかな。暑苦しい？毎年ね、季節ごとに各化粧品会社さんは新商品をね、出しておりますけれども、そういうね、新しい化粧品買わなきゃいけないとか、そういうことではなくてね、まだまだ暑いので、透明感とかね、ツヤ感は残しつつ、秋の息吹をちょっとだけ取り入れるようなね、どういう風にしていったら、季節ごとにね、そういう気分を取り入れられるのかっていうのをね、やっていきたいと思います。今私はね、ベースは夏仕様になっております。若干ね、この辺のシミとかは隠しましたけれども、厚塗りではなくてね、通常モードのファンデーション、ベースメイクをしております。夏メイクから秋の始まりメイクっていうんですかね、にしていくにはどうしたらいいのかっていうのをやっていきたいと思います。よかったら参考にしてみてください。はい、ということでね、秋メイクっていうとどうしてもね、ちょっと夏よりは重めマットになったり、色がちょっとディープになってね、どうしても重くしっかりメイクに見えがちなんですけれども、それをね、このまだクソ暑いのにやるとさすがにちょっとね、ちぐはぐな感じがしてしまうので、基本のね、透明感、軽さを残しつつ、ナチュラル感を残しつつ、でもなんとなくちょっと秋っぽいシックな雰囲気に持っていくために、まず一つやっていきたいこと、ツヤ肌はそのまま、ベースはね、そんなに変えずに、チーク、リップ、あとはアイシャドウなんかでね、ちょっとだけ秋の雰囲気を入れていきたいと思います。色味だったりとか質感なんかをね、ちょっとだけ秋寄りにしてやっていきたいと思います。私の夏メイクは、なんとなくオレンジっぽかったりね、ツヤ感、秋、冬になってきたらね、ちょっとだけマット、あんまりキラキラっとしたね、ツヤツヤみたいな、そういう質感っていうよりは、マットなワントーンで、あんまり重くない感じにね、今日はしていこうかなと思います。私ね、この夏、化粧品を買いました。セールで。なので、新商品ではありません。で、買ったのがね、シュウエムラさんのアイシャドウをパレットを2つ。ちょっとね、秋っぽいので、こちらちょっと見てください。ほら、こんな感じの秋っぽい色味を買ってみました。こちらね、結構ベージュっぽい。で、グレーッシュ。で、こっちはね、結構パールピンクっぽい。こっちパールベージュみたいなね。こちらでツヤ感も足せるし、このね、茶色っぽいベージュみたいなね。こちらもね、すごく使いやすそうなね。この2色。あともう一つ、こちら。こちらもね、すごく使いやすそう。このピンク、ベージュはマットなんですけど、こっちのね、イエローベージュみたいなね、こちらはちょっとだけキラキラってしててね、こっちもライトグレーと、なんかライトピンクみたいなね、このキラキラがついております。2パレット、ちょっと新しく購入しました。こちらね、すごい使いやすそうですよね。色味を買いました。私ね、こういうね、色好きなのね、きっとね。あとね、私いつもよく使ってるこちらのね、シャーロット・ティルブリーのピロートーク。こちらのね、こういう色味も夏と秋の間使いやすいかなと思います。このね、ちょっとマットめな感じのピンクベージュとかをね、使っていこうかなと思います。はい。ということでやっていきましょう。アイシャドウベースみたいな、そういうのをね、つけていきたいと思うんですけども、夏場はね、結構シャイニーなベースを使ったかなと思うんですが、今回ね、ベースにこちらの、ツヤはツヤだけれども、キラキラっていう感じではない、こういうね、こちらね、RMS さんのやつです。こちらをね、アイシャドウに使っていきたいと思います。アイシャドウベースね。
軽くつけていきたいと思います。指でトントントンってね、ちょっと広めに塗っていきましょう。もうぶっちゃけね、もうこれだけでもいいかなっていうぐらいで、こちらこのねアイホール、私はねこのアイホールよりちょっと上目までね塗っていくのが好きなので、このねこの中に収まらないで、私もこの辺くぼんできちゃってるので、この上の方までね塗っていきたいと思います。その方がねここでぐっとこう入り込まなくていいので、そうこのねアイホールのちょっと上、この骨のところ上ぐらいまでね塗っていきたいと思います。全然話は変わるんですけど、この間ね101回目のプロポーズを一気見しまして私101回目のプロポーズ見たことなかったんだよね浅野温子さん大好きだったんですけど、あんまりね私昔ドラマを見る人じゃなくて、90年代の浅野温子さんのメイクめっちゃ可愛いよね。ちょっとあれにインスパイアをされて、今日はその101回目のプロポーズの浅野温子さん風な感じにしていこうかなと思います。はい、ということでね、ちょっと上までねオーバーにベージュを塗っていきたいと思います。軽くこちらのピンクベージュみたいなね、これを塗ってこうかな。必ずねこういうところで取ってください。ドンとつかないようにね、下から上にね。で特に90年代メイク、急に変わっちゃった90年代メイクをインスパイアされてしまったので、ここにねちょっと入れてみましょう。薄くね、ここねピンクベージュをこの辺に薄くちょっとこう入れすぎて、そうすると自然に彫りも深く見えるし、これねかわいい。この色かわいいね。これはなんかシュウエムラさんのサイトでこのなんか期間限定のものだったらしいんですけど、それをね安く売ってて半額だったんですよね。もうこのぐらいでいい。こんなもん。下もね塗っていきましょう。下アイシャドウね、ちょっと細い筆にしようかな。同じ色を下にもねちょっと広めに塗っていきます。こんな感じ。もうこんな感じ。もう一色だけです。これは最近ねこの目頭あたりと目尻のねこの影、この辺を濃くするのが好き。ちょっとだけ90年代インスパイアされてるね。もうほんと上の方までね90年代はアイシャドウを塗る範囲がねめっちゃ広いんですよね。そうこのぐらい、もう一色だけでこれでやっていきます。若干キラキラするのをね入れたい。真ん中だけ、ここにほんとちょっとだけキラキラっとこの黄色っぽいのをちょっとだけ入れてみようかな。本当にこの高くなってるところに本当にちょろちょろっとだけ、こんな感じです。今この2色使ったんですけど、こっちとかね使うともっとね深みが出るかなと思うんですが、今回はねナチュラル秋モードにしていこうと思うので、もうほんと単色これだけでやっていきます。アイシャドウはねこんなもんで、アイラインをよいしょ、やっぱりちょっと細めにね入れていこうかなと思います。ではちょっとこのね細めのアイラインで目尻をね本当に開けたままやった方がいいですね。
ちょっとこっち側にも引いていこうかな。このね目頭と目尻で真ん中はねちょっとそこまで強く引かないような感じでちょっとぼかしていきます。ちょっとね目頭の方を入れることによって目が引き締まるかなと思います。夏はねちょっと目尻のみ引いてたんですけど、秋なんでねちょっと目元をちょっとだけ強めたい。相変わらずちょっとだけパウダーでアイラインを引き締めたいと思います。これもね茶色だったり、私は若干赤みのあるブラウンで重ねます。これねパウダーを重ねることで持ちが良くなるのでね、是非この手間をやってみましょう。こんな感じ。マスカラも塗ってみます。ブラウンでもね、夏は結構ブラウンとかそういうものでマスカラ塗ってましたけど、冬はね、秋冬にかけてもしね目元をもうちょっとディープにしたいよっていう人はしっかりとね黒でもいいですし、私は相変わらずのちょっと赤系のマスカラを塗っていきます。これお好きですね。別にちょうどワインレッドなのでね、これアイラインもワインレッド系でやってもいいかなと思います。今日はちょっと下も塗ってみます。マジ90年代の浅野温子さん最強よね。何なのあれ。ああいう大人になりたいなと思っていました。マスカラがついちゃったすぐ取ろうとするとまだ乾いてなくてずるっとこう他のところにねこう広がっちゃうので、こういうのはねしばらく置いといてこう乾いてからププッと綿棒でね取ると取りやすいと思います。軽くね、そうするとポロポロっとね取れますので、こんな感じ。もうこれだけでなんかグッとね秋っぽい雰囲気になりましたよね。目頭にねちょっとこれとか目頭にちょっと入れてみると、もしかしたらキラキラっとキラキラしすぎかなと、キラキラしすぎたね。ちょっとだけこっちぐらいキラキラって、ほんと微妙にちょっとだけ。このぐらい、こんな感じで終わらせました。ということでね、アイシャドウはこのぐらいにします。1色だけでやっていきました。真ん中にねちょっとだけベージュのキラキラを入れたぐらいです。ということでね、チークも夏はオレンジ系のクリームでねやっていたんですけれども、シシアさんのこういう色味ですとか、あとは私ねこっち系も好き、こういうね色味、ピンクベージュのちょっとマットめな落ち着いた色味にしていこうかなと思います。ちょっとシシアさんでやってみようか。この色味は本当にね夏っていうよりは秋冬って感じ。落ち着いたピンクベージュみたいな色味なので、
あんまり色味が出ないんですよね。ちょっとこっち足してみます。おお、いいね。やっぱりほら、このぐらいだと見えるかな。すごく秋っぽいかなと思います。結構ね、モカっぽい色のこうメイクがねちょっと流行ってる感じなんですけど、あれはね本当にすごく重くなっちゃうので、ちょっとドレスアップしてねシックな格好の時はちょっといいかなと思うんですが、ちょっとねやっぱりピンク系で血色をね入れないと40代50代にはちょっと重いかなと思います。肌とか顔の質感がモカベージュをね受け付けなくなっちゃうんですよね。はい、ということでこれぐらいのピンクベージュ系の色味にしてみました。はい、でねリップもちょっとマットめな質感に少しだけグロスでねツヤ感を出すとか、そういう感じにねしようかなと思います。こういうねリップペンシルでうっすらねちょっとアウトラインを取って、外側ってさくすんでるじゃないですか。もうこのぐらいの年齢になると。なのでそのくすみをねちょっとしっかりと取っていきたい。アウトラインを取ったら、そのアウトラインをねぼかしましょう。取ったアウトラインをぼかすね。内側にちょっとぼかして、そうすると結構ねこの色味が、これねメイクアップフォーエバーさんのアクアリップっていうすごくね持ちがいいやつなので、もうなんかこれだけでもいいよね。そう、こんな感じでぼかして外側のね色味の悪さをカバーしていきましょう。あとねお好きなリップを塗ってもらえばいいんですけど、私ねちょっと今回はこれもシュウエムラさんで買いました。セールだったの。ちょっとね秋っぽい色味、ほらこんな感じの秋っぽい色味なので、これちょっとね塗っていきたいと思います。すごい落ちたね、秋っぽいね。これね非常に色がね垂れにくい。ほらすごいいい色だね。さっきのピンクのリップラインの上にすごい重ねちゃって大丈夫です。秋っぽい。めっちゃ秋っぽくなったね。このリップが重すぎだなと思えば、上にねちょっとツヤ感のあるグロスを、透明のグロスを足してみました。このベースが今私何もしてないので、マットめにっていうか、こちらのパウダーを若干ここのね三角ゾーン、ツヤがねありすぎるので、ここを落として、そしたらねもうだいぶツヤは残しつつ少しマットに抑えました。もしねちょっとハイライトを入れたいなって、もうちょっとツヤが欲しいっていうようであれば、あんまりね白っぽいものっていうよりはちょっとクリームっぽいねツヤ感のもので、ちょっとこの辺だけね入れてみようかなと思います。もちろんパウダーでねいいですよ。はい、こんな感じでね秋メイクにしてみました。ツヤを残しつつ色味を秋っぽい単色カラーにして、抜け感を作り込みすぎないでね、そこまで重さはないと思います。ツヤ感と透明感を夏からねまだ引き続いていながらシックさを残しました。あとね、単色同系統で仕上げているので統一感あると思います。ピンクベージュって大人の色よね。顔色もよく見せてくれるし、おすすめの色味になっております。もうちょっとね、秋が深くなってったり冬に近づくともうちょっと赤っぽいね色味を使ってみたり、もうちょっとディープなね茶色とかを使ってみたりとかしてもいいかなと思います。はい、今日は
こんな感じでね、夏の終わりの秋メイクやってみました。そこまでね難しいことはないので、ちょっとだけね質感と色味をね変えてみるだけで、夏から秋にねちょっとだけシフトしていけると思うので、ぜひぜひ取り入れてみてください。もしこの動画が役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。